あなたは主婦じゃない。ただおっさんだ。ヘーゼルが寝静まり、妻が帰宅する頃、おいらの主婦修行が始まる。妻に料理のできない主婦は主婦じゃないと言われたのがきっかけだ。第7回の今夜はカツ丼。だしと油の匂いがキッチンにふわっと広がる。長崎で暮らしていた頃、母が時々作ってくれた味がよみがえる。あったかい味は誰かのために台所に立つ。その時間に宿るものだと大人になってようやく気づいた。42歳、無職。自分が家族のためにカツをあげる日が来るなんて、あの頃は思いもしなかった。母の背中を見て育ったくせに、東京に出てからは富士そばのカツ丼ばかりを食べてきた。あれから30年。今おいらはニュージャージーの片隅で帰ってくる妻のために卵をそっと鍋に流し込んでいる。負け続けたおいらの人生だけど、このカツ丼で家族が笑顔になりますようにと、そんな思いを静かに火に込めた。まずは豚肉に下味をつける。塩コショウを振る。小麦粉を表面にまぶす。隅々まで小麦粉をまぶしていく。全体に小麦粉が行き渡ったら、とんかつ用の溶き卵を準備する。牛乳。よく混ぜる。小麦粉をまぶした豚肉を卵につける。卵につけたら、もう一度小麦粉をまぶす。2度目の小麦粉をまぶし終わったら、もう一度卵に戻す。次にパン粉を振っていく。
全面にパン粉をつける。無職のパパはパン粉ケチケチおじさん。少しずつパン粉を足していく。いよいよとんかつを揚げる。フライパンに油を注ぐ。ざるで数分冷ましたら二度揚げする。二度揚げも人生もうまくいくかどうかは運次第だ。しっかり火が通ったか内部の温度を確認する。少し低かったようなのでもう一度揚げていく。とんかつができた。玉ねぎをカットする。ネギをカットする。溶き卵を作る。夫婦2人前で卵4つを使用する。先にネギを卵に入れておく。こっちのカツの衣はおいらの人生と同じでうまくくっつかなかったようだ。カツ丼のつゆを準備する。2人前水 200ml、 醤油大さじ2杯、みりん大さじ2杯、料理酒大さじ1杯、
砂糖。最後に顆粒だしを少しだけ入れる。つゆをフライパンに流し込む。沸騰したら玉ねぎを入れる。玉ねぎが半透明になったらとんかつを入れる。上から先ほどの溶き卵を流し込む。蓋をして数分煮込む。とんかつを煮込んでいる間にご飯をよそう。カツの卵とじができた。おいしそうだ。丼の上に盛り付ける。カツ丼ができた。妻に今日一日をねぎらってお疲れビールを注ぐ。ありがとね。美味しそうだよな、カツ丼。匂いすごいよ。ありがとう。乾杯。いただきます。まだはそのまま。これどうやってチョップスティックで食べる？ごめんなさい。しみしみ。いや、そのままもう味を見る。おいしい。ちょっとここのもっとパン粉はパリパリっていうか、カツ丼ってパリパリなんないのかな。とんかつ、太いとんかつ。おいしいじゃん。でもやっぱり衣剥がれちゃうんだね。剥がれるよな。肉結構太いな、でもこれ。あとボールがカツ丼サイズのもっとちっちゃいのが欲しい。これスープ用だから大きい。でみんなこれご飯食べてカツを別に食べるの？カツ丼おいしかった。ごちそうさま。まだまだ道のりは長いが、少しずつ主婦に近づいている。もし
次のエピソードもおいらの主婦修行を続けていいならコメント、いいねお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。